お前たちは騙されている。新天ハーレーの落書きには、なぜかクジラの上にだけ雨が降っています。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆるてらもののゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ワンピースの正体、古代兵器です。古代兵器を中心に4つの説、理論を考えます。1つ目は、世界政府はある意味でワンピースを所有している説。2つ目は、海軍ソードは世界政府を裏切る説。3つ目は、ベアバンクは3つの古代兵器に近づいていた説。4つ目は、新天ハーレーには3つの古代兵器が描かれている説。以上の4つです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まず111巻は数年前から予想してきたように、火が3つで秘密が明かされた巻です。ワンピースの正体とは何か、世界の歴史の秘密とは何か、それはベアバンクから長々と語られましたが、111巻1125話ではコアラがまとめてくれています。コアラがまとめてくれた世界の秘密とは、空白の100年には巨大な戦争が起きて、その時使われた古代兵器によって、この世界は200メートル海に沈んだ。これから一つなぎの大砲、ワンピースを手に入れ、海賊王になる者が再びその力を手に入れることになる。これがコアラのまとめた世界の秘密です。つまり、ワンピースの正体、秘密とは、古代兵器そのもの、あるいは古代兵器を動かせるもので確定しています。そのワンピース、古代兵器を後世へと残したのがジョイボーイですが、このコアラのまとめ、要約を考えていくと、世界政府もワンピースを所有していることになります。ワンピースの正体が世界を海に沈めることができる古代兵器または古代兵器を操作するものならば、すでに世界政府はその力であるワンピース古代兵器を所有しています。世界政府はルルシア王国を消し去り、世界の海面を1メートル上昇させていました。この謎のイム砲は明らかに古代兵器です。謎のイム砲はヨークが盗んだ少量のマザーフレームによって起きたエネルギーの爆発、攻撃ですが、これがもしもフルパワーのマザーフレームだったなら、世界の海面は上昇し、さらに海に沈むでしょう。そしてエッグヘッド編の終わりでヨークは、そのマザーフレームの融合炉を全て奪うことに成功しています。4年前僕は、ベアバンクとは下道なゲス野郎だろうと考えましたが、これはある意味正解でした。ベアバンクから分離した欲望の塊、ベアバンク6、ヨークとは下道そのものですから、そのマザーフレームという動力を使って古代兵器をさらに放てば、世界は海に沈む。古代兵器イコールワンピースならば、世界政府はやはりワンピースを所有している。となると、言葉遊びではありますが、ワンピースを所有している世界の王であるイム様とは、ある意味で海賊王だと呼べるかもしれません。一方、ルフィもいずれワンピースを手に入れて海賊王と呼ばれるでしょう。すると最後は海賊王 VS 海賊王、古代兵器 VS 古代兵器。その大戦争こそがワンピースのクライマックスとなりそうです。古代兵器 VS 古代兵器。ただしここで重要なのは古代兵器の性質です。以前も考えたように乙姫曰く古代兵器とは幾千もの命を救う愛の力でもあります。兵器、つまり道具は使用者によって人を殺すことも人を救うこともできる。海王類を統率できる人魚姫、白星こと古代兵器ポセイドンは世界を海に沈めることもできるし、人を救うこともできます。これはおそらく古代兵器プルトンとウラヌスも同じでしょう。とにかく世界政府は古代兵器ことワンピースを明らかに所有しています。そして自分たち以外の誰かがその古代兵器、つまりワンピースを見つけることを禁じている。となると、海軍ソードに所属するコビーやドレイクたちは、ベアバンクの暴露配信でざわついていましたが、お前たちは騙されている。古代兵器復活を阻止しようとしている海軍やソードは、ある意味で騙されている。そのように考えていくと、海軍ソードがそれに気づいたとき、世界政府を裏切りそうです。そしてルフィの味方になりそうです。この伏線は海軍ソード隊長、ドレイクに貼られているかもしれません。ワノ国編でドレイクは清流街道を裏切っていました。ならば最終章でドレイクは天竜人たちを裏切りそうです。海軍ソードが本当に市民を助けたいならばルフィ側につくはずだからです。その場にいる者たちを次々に自分の味方につける。この海においてあの男は最も恐るべき力を持っている。
このミホークの言葉通り、ルフィは海軍すらも味方につけるのか。その海軍ソードの隊長がドレーク。ドレークもまたルフィたちと同じ最悪の世代超新星なのです。超新星 VS 五老星。星々の戦いが始まる。そして海軍ソードだけでなく、海軍大将杯さえも最後には世界政府を裏切るかもしれません。正義はひっくり返ると、そのような可能性は十分考えられます。以上が世界政府はある意味でワンピースを所有している説と、海軍ソードは世界政府を裏切る説でした。続いては新天ハーレーから考える3つの古代兵器の正体を考えましょう。新天ハーレーの落書きで僕が注目したいのは人魚姫こと古代兵器ポセイドンです。太陽の神ニカサイドには明らかに人魚姫、つまり古代兵器ポセイドンが描かれています。この落書きはおそらく未来の戦い、もしくは希望を描いたものでしょう。となると、古代兵器ポセイドンが描かれているなら、古代兵器プルトンやウラヌスも描かれているのかもしれません。3つの古代兵器の正体とは何か。新天ハーレーの落書きを考える前に、まずベアバンクについて考えてみましょう。3つの古代兵器の正体は、もしかしたら天才ベアバンクが開発したものからわかるかもしれません。つまりベアバンクは古代兵器っぽいものをすでに作っていた説です。順番に考えていきましょう。ベアバンクが開発したもので注目したいのはシービーストウェポンです。海に住む怪獣たちを模したこの兵器は、もしかしたら海王類を束ねることができる人魚姫白星こと古代兵器ポセイドンのイメージがあるかもしれません。シービーストウェポンたちは1062話でリリスと共に登場しましたが、ここでゾロとロビンはリリス一人をロックオンしてシービーストウェポンの群れから脱出していました。このイメージは海王類を一人で束ねる唯一の王人魚姫ことポセイドンのイメージと合致するのではないでしょうか。ベアバンクのシービーストウェポンは古代兵器ポセイドンを表している。次に考えたいのは古代兵器プルトンです。プルトンとは造船史上最悪の戦艦と言われていますが、ベアバンクは戦艦ではなく海軍の軍艦を作っていました。正確には海軍の軍艦の船底に回廊石を敷き詰めてカームベルトを渡れる仕様に変えていました。これがベアバンクからわかる古代兵器プルトンのイメージなのか。いや、さらにベアバンクはベガフォース1というロボットも開発しています。このことからもしかするとプルトンもロボットの可能性がありそう。もしもそうであればこのヒントはフランキーです。プルトンの設計図をめぐるウォーターセブンで出会ったフランキーはロボットサイボーグの男でした。するとワノ国に眠るプルトンもロボット型の戦艦である可能性はある。そのロボットの造形はエメトにそっくりなのかもしれません。となると新天ハーレーに描かれたこのエメトみたいなロボットが古代兵器プルトンの姿なのか。そんな可能性もかすかですがありえます。次に考えたいのは古代兵器ウラヌスです。天の神の名前を持つウラヌスとは一体何なのか。これはベアバンクが作りたかった天候を操作できるものや雲を製造できるクモフトがウラヌスのイメージなのかもしれません。雨を欲していたアラバスタでコブラ王は天候は神の営み、そのように言っていましたが、新天ハーレーの落書きにはなぜかクジラの上にだけ雨が降っています。これは一体どういうことでしょうか。クジラと天候、それは新天ハーレーが登場する前に僕はクモフトと天候とクジラについてすでに考えました。こちらです。クモとは海水が蒸発して水蒸気となって空気に溶け込み、その空気が上空へ上り冷やされると雲となります。上にある雲は下にある海水のごとく、下にある海水は上にある雲のごとく、世界の水は絶えず循環している海と雲の一つなぎです。海水と雨雲の水の循環こそが一つなぎの大秘宝。雲をつかむような話。これこそが落語みたいなワンピースのオチなのか。下にある海水を上にある雲に変える。世界が上下にひっくり返る。この水の循環、雲の移動の伏線とはダンスパウダー。アラバスタで見た雨雲を生み出す人工降雨船フール号はエッグヘッドにあった島雲を作るクモフトの瓶にそっくりです。
古代兵器ウラヌスが海水から雲を作れるなら、それは逆も可能でしょう。雲から海水を生み出して、ウラヌスもまた世界を海に沈めることができるというのか。とにかく沈みゆく世界を救える方法とは、海と雲を一つにつなげる装置。錬金術の奥義である一つなぎの代表。上にあるものは下にあるもののごとく、下にあるものは上にあるもののごとく。一つはすべて、すべては一つ。ワンピースであり、オールブルー。雲を作る装置。機械がワンピースの正体だって？それってなんかロマンがない。それならば雲を作る機械ではなく生物か。それは例えば巨大クジラ。巨大クジラが海水を大量に飲み込んで大量の脂肪を吹けば、その水蒸気が空に舞い上がり、クジラ雲が作られるかもしれません。巨大なクジラが海水を飲み込んでクジラ雲を作り、その雲を南極まで移動させて凍らせれば、沈むゆく世界は救われる。はい、この動画で考えた理論、システムこそが巨大なクジラ、つまりは古代兵器ウラヌスを表していたとしたら、辻褄が合うかもしれません。新天ハーレーの落書きをもう一度見てみましょう。船や魚は下に描かれていますが、クジラは上に描かれています。ここに違和感を感じました。これはクジラと雨を関連づけるために上に描いたのでしょうか？もしくはそのクジラが古代兵器ウラヌスならば、そのクジラはもしかすると空を飛ぶのか。そんなような可能性もかすかにあり得ます。以上です。今回は世界政府はある意味でワンピースを所有している説。そこから海軍ソードは裏切る説。そしてベアバンクは3つの古代兵器に近づいていた説。新天ハーレーには3つの古代兵器がすでに描かれている説。4つの説、理論を考えてみました。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。謎を解く鍵は表裏対語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと落ちな歌。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。